今日はカスタード卵蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はカスタード入りの卵蒸しパンを作りたいと思います。はい、ということで今回は卵蒸しパンを作っていくんですが、中にカスタードクリームを入れて作っていきたいと思います。カスタードクリームもホットケーキミックスを使ってさらに電子レンジで簡単に作ることができます。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに蒸しパンの材料からご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、卵、お砂糖、牛乳、サラダ油、蒸しパンはこちらの材料で作っていきます。卵のサイズは M サイズです。お砂糖に関しましては今回は普通の白砂糖を使ってきますが、こちらはグラニュー糖やきび砂糖などで代用していただいても OK です。そしてサラダ油に関しましては米油など香りに癖のない油で代用していただいても大丈夫です。それでは続いてカスタードクリームの材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、お砂糖、ホットケーキミックス、卵、バニラエッセンス、カスタードクリームはこちらの5つの材料で作っていきます。カスタードクリームも同様にお砂糖はお好みのものを使用してください。そして今回香り付けにバニラエッセンスを使っていきます。こちらはバニラオイル、バニラビーンズペーストなどを使っていただいても OK です。そして今回はこちら8号サイズの紙カップを使用していきます。この紙カップは100円ショップのキャンドゥさんで購入したものになります。両面シリコン樹脂コートされている紙カップです。ただですね、この紙カップ1枚ですと生地を入れた時に紙カップが広がってしまいますので、同じぐらいの容器ですね、こちらも8号サイズのシリコンカップなんですが、こういった耐熱性の容器の中にはめ込んで使用してください。この準備は必ず生地を作る前に行いましょう。ということで早速作っていきたいと思います。では早速作っていきます。まずはじめにカスタードクリームから作っていきます。このカスタードクリームはレンジで作れるのですごく簡単です。さらに全卵を使って作っていきたいと思います。それではですね、まずボウルに卵を割り入れます。そしてよく溶きほぐしてください。溶きほぐしたら続いてここにお砂糖を加えます。そして砂糖を加えたら手早く混ぜてください。お砂糖を入れた後にそのままにしておくと砂糖が卵の水分を吸ってつぶつぶができてしまう時があります。なので必ずね、砂糖を入れたらすぐ混ぜるようにしてください。よく混ざれば OK です。そしたら続いてここに牛乳を3分の1ほど入れてください。そしてよく混ぜます。そしてよく混ざったら続いてホットケーキミックスをふるって加えます。ホットケーキミックスは薄力粉に比べるとダマになりにくいんですが、ふるっていただいた方が綺麗に混ざりやすいと思います。そしてよく混ぜましょう。牛乳をね、全部入れた状態で混ぜると少しダマになりやすいので、ほんの少し牛乳を加えた状態でホットケーキミックスを混ぜるようにしてください。そうするとダマができにくくなります。はい、 OK です。よく混ざったら残りの牛乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。このようによく混ぜてください。バニラエッセンスに関してなんですが、こちらは温め終わった後に加えていきます。一緒に温めてしまうと香りが飛んでしまいますので注意してください。バニラオイルとバニラビーンズペーストに関しましてはこのタイミングで入れていただいても大丈夫です。それではですね、ここにふわっとラップをします。1箇所このように空気の出入り口を作っておいてください。それではこちらを電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。そしたら一度ラップを取って、そして泡立て器でよく混ぜてください。1回目はね、まだシャバシャバの状態です。一度取り出して生地の温度を均一にしてください。そしてよく混ざったら先ほどのラップをもう一度します。同じようにね、毎回空気の出入り口を作っておいてください。それではこちらを今度は電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしてもう一度ラップを取って2回目加熱するとね、ところどころこのように固まった状態になってます。それではもう一度しっかり混ぜてください。この時ね、ダマにならないようにね、きちんと素早く混ぜましょう。はい、で2回目混ぜるとね、このようにちょっととろっとしたクリーム状になります。そうしましたらもう一度ラップをします。そして同じように電子レンジ 600W で1分加熱します。
はい、1分加熱しました。そしてラップを取ります。3回目はこのようにしっかり全体が固まっている状態になってます。そうしましたら泡立て器でもう一度しっかり混ぜてください。はい。で、このようにムラなく混ざれば OK です。では最後仕上げですね。もう一度ラップをして、今度は電子レンジ 600W で40秒加熱します。はい、加熱しました。ラップを外します。そして最後もう一度よく混ぜてください。加熱が足りないとですね、ちょっと粉っぽさが残るので、きちんとしっかり加熱してください。加熱がね、きちんとされるとだんだん透明感も出てきます。はい、OK です。これでカスタードクリームの完成です。今回は卵1個に合わせた分量で作ってるので少し余ると思います。なので余った時はね、パンなどにつけたりとかして召し上がってください。そしたらね、この縁の部分についてるカスタードクリームを一度取ります。そして表面にピタッとラップを貼り付けてください。はい。そしてですね、氷水を用意して、ボウルごと氷水に当てて、急速に冷ましてください。カスタードはね、そのまま放置しておくと傷みやすいので、出来上がったら必ずすぐ氷水で冷やすようにしてください。それではこちらはね、使うまでこのまま置いておきます。それでは続いて蒸しパンの生地を作っていきます。まずはじめにボウルに卵を割り入れてください。そして泡立て器でよく混ぜましょう。はい、OK です。そしたら続いてお砂糖を加えます。こちらも加えたら手早く混ぜるようにしてください。はい、OK です。続いてここにサラダ油です。蒸しパンにサラダ油を入れていただくと生地がね、しっとりとした仕上がりになります。サラダ油を加えたらですね、だいたい30秒ぐらいですね、しっかり混ぜるようにしてください。はい、OK です。続いて牛乳です。そしてよく混ぜましょう。では続いてホットケーキミックスをふるって加えます。ふるって加えたらよく混ぜましょう。ダマができないようにしっかり混ぜてください。はい、このようにきちんと混ざれば OK です。蒸しパンの生地はね、これで完成です。生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラっとつながって流れ落ちるぐらいになります。そうしましたら続いてこの生地をですね、注ぎ口がついてる容器に入れ替えていきます。この工程はマストではないんですけれども、注ぎ口がついてるものに入れ替えていただくと生地を注ぎやすいのでおすすめです。ただね、洗い物がちょっと増えますので、この工程はやってもやらなくてもどちらでも大丈夫です。もしやらない場合はスプーンなどで生地をすくって型の中に入れてみてください。では入れ替えていきます。はい、OK です。それでは型に入れていきたいと思います。そして入れる前にですね、先ほど作ったカスタードクリームを氷水から外してください。今だいたいね、人肌よりもちょっと温かい程度になってます。そしたらね、ラップを外してください。そしてこの中にですね、最後仕上げでバニラエッセンスを加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、よく混ざれば OK です。ではね、型に生地を流し入れていきます。まず型の底から半分ぐらいまで生地を流し入れましょう。続いて真ん中にカスタードクリームを入れます。だいたいティースプーン1杯ぐらいですね。はい、こんな感じで入れてください。そしてこの上からまた生地を重ねます。最終的にカップの8分目から9分目ぐらいまで生地を流し入れてください。はい、これで OK です。それでは残りも同じように型に流し入れていきます。型に入れ終わりました。今回の分量でいくと8号サイズのカップで7個分になります。カスタードクリームもね、このぐらい余ってますので、こちらをですね、もう一度しっかり冷まして冷蔵庫で冷やしてください。あとはお好みでその日のうちに使っていただけたらと思います。それでは今からこちらをフライパンで蒸していきます。ではフライパンを用意してください。まずフライパンの底からお水を1センチほど注ぎ入れます。そして火にかけて沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら一度火を止めます。この時蒸気がね、わっと上に上がってくるので、やけどしないように注意してください。そしてこの中に型を並べます。この時もやけどには注意してください。並べたら蓋をします。そしてもう一度火にかけて、火加減は弱火です。このまま12分蒸していきます。はい、12分経ちました。火を止めます。そして蓋を開けてください。じゃじゃーん。このようにふっ
くらまん丸で美味しそうに仕上がってます。それでは取り出したいと思います。取り出す時もね、やけどには注意してください。もし熱い時はね、少し粗熱を取ってから取ってください。はい、フライパンから取り出しました。そしたらこのシリコンカップからも取り外してください。はい、このようにふっくら美味しそうに仕上がりました。ではこのままですね、軽く粗熱を取りたいと思います。はい、これでカスタード卵蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。蒸しパンはこのようにふっくらとした仕上がりになってます。中身はこんな感じでクリームがたっぷり入ってます。そして蒸しパンもふわふわです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。カスタードクリームがたっぷりですごく美味しいです。そして蒸しパンもふわふわです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカスタード卵蒸しパンのポイントです。まずカスタードなんですが、今回は全卵で作るカスタードレシピをご紹介しました。このレシピはですね、電子レンジで簡単に作れますので、ぜひ作ってみてください。今回ですね、全卵1個に対しての量で作ってるので、少しね、カスタードクリームが余ると思います。なので余ったものに関しましては、パンなどにつけたりして早めに召し上がってください。そしてカスタードクリームを作る時のポイントです。カスタードクリームはバニラエッセンス以外の材料をまず全部混ぜてください。その後少しずつ加熱して、加熱し終わったらその都度よく混ぜるようにしてください。そして出来上がったら表面にピタッとラップを貼り付けて、すぐ氷水で冷やすようにしてください。カスタードクリームは傷みやすいので、必ず出来上がったらすぐ氷水で冷やしていただけたらと思います。そしてバニラエッセンスに関しましては、使う直前に加えてしっかり混ぜるようにしてください。そうすることでバニラの香りを残すことができます。バニラオイルなどを使う場合は加熱する前に入れていただいても大丈夫です。そして蒸しパンの生地を作る時のポイントです。生地を作る時は材料を一つずつ加えて、その都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の混ぜムラを防ぐことができます。そして生地を型の中に入れる時なんですけれども、まず型の半分ぐらいまで生地を流し入れて、真ん中にカスタードクリームをのせてください。そしてその後ですね、上にまた生地をのせて、だいたい型の8分目から9分目ぐらいまで生地を流し入れてください。あとはね、フライパンで蒸すだけなのですごく簡単です。蒸し時間に関しましては、フライパンの大きさなどによっても変わってくる場合がありますので、様子を見ながら調整してください。もしきちんとね、蒸されてるか心配な場合は、一度蒸し上がったら端っこの方を竹串で刺してみてください。そして生の生地がついてこなければ OK です。ただここでね、カスタードクリームと間違えないようにだけ注意してください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はカスタード卵蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。